はい、水亀座の皆さんこんばんは。明日のカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回3ヶ月分の星占いとタロットリーディングをさせていただいたんですが、その広い範囲の中のこの2週間はどうかっていう形で今回は見てみます。あとそれとですね、カフェラノートご予約いただいた皆さんもありがとうございました。こちらは11月の頭から順次発送していきますので、もう少々お待ちください。そして予約してくださった特典として10月20日までにご予約いただいた方の中から抽選で4名様に、私のミニ鑑定を無料でプレゼントするっていう企画がありますので、ぜひ10月20日までによろしければご予約お願いします。これは当たりの方はですね、普通に当たりの券が入っていますので、入ってるかなと思ってドキドキしながら見てください。ということで早速いきます。10月後半です。よろしくお願いします。星のね、動きもたくさんご覧いただいてありがとうございます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ペンタクルス5、ソード2の逆、戦車逆、すみません、ペンタクルスクイーンですね。そしてジャッジメント逆と、ペンタクルス6の逆と、ソードエース逆。ちょっと気をつけること見てみましょうか。ワンドエースとワンド8、ごめんなさい、ワンドエースじゃないですよ、ワンドナイトです。ワンドナイトと、ワンド8、そしてオラクルはフールの逆です。そうか、わかりました。まず10月15日前後の日食っていうのは、水亀座の皆さんにとっては本当に意識が高くなる、新しい必要な方向にこうね向いていくよみたいに、どっちに矢を投げるかなみたいな感じの時なんですけれども、星を読んでるとどうしてもそれを何とか生かしたいと思ってね、つい言ってしまうんですけど、カードで見た時に大丈夫ですよって、もっと力抜いても大丈夫ですよっていうふうに言われてます。すごく頑張ろうとしてるっていう感じがもうなんかひしひしと伝わってくるんですね。でも頑張ろうとすればするほど空回りしそうな感じがあって、もうトータル的に大丈夫ですと。そんなに無理して頑張らなくても、肩を張らなくても、力を抜いて流れに乗っていれば大丈夫ですよっていう感じで言われているので、まずは安心してください。本当になんか急に自分自身に自信がなくなってくるっていうかね、運勢が強い時であればあるほど、人はそれをちゃんと乗りこなせるのかなとか、使えなかったらどうしようとか、いろいろ不安ってあると思うんですけど、数で見ると入り口がペンタクルスの5なので、自分に価値を置いていると思えてないみたいな感じがあるんですね。どうですか皆さん、自分に価値を置けてますか？なかなか難しいとは思いますけれど、その全てをね、自分の全てを受け入れて、もう自分大好きって言ってる人はもうそれでいいんですけれども、自分のどこか嫌なのがあったとしても、でもここは好きとか、ここいけてるとか、ここ頑張ってるみたいに、どこかパーツね、1つか2つか3つか4つか5つぐらいはあると思うんです。なのでそこを見ていってください。で、至らないところもあるけど、でも頑張ってる自分は素敵とか、特別じゃなくてもありのままの自分が素敵みたいな、なんかそういう感じです。無理に価値を見出そうとするっていうのではなく、でまた無理にみんなに認められるような、みんなに憧れるようなその自分にならなければならないというわけでも全然ない。特に水亀座の皆さんは独創的に自分で自分を愛して自分の道を進んでねっていう星座なので、そういう他の人の顔色をね伺う必要はないですよっていうところなんです。でもちょっと伺ってたのかなとか、ちょっと自分の価値を見失いそうになってたのかなっていうのがあり、だからこそもっと建設的に頑張らないととか、もっと確実にやらないととか、そういう思いになってたのかなと思うんですけど、そうやって固くあろうとすればするほど、なんか違うなみたいなねなんか違う気がするって言って、そっちの道がうまくいかなかったりとか、自分もなんか気持ちが乗らなかったりとかして、なんか自分は遠回りしてるのかなとか、なんか無駄なことしてるのかなと思いがちですけども、でもそこでめげない、またね頑張るみたいにやってるので、本当に頑張ってるなっていう感じがあります。そして
なのでね、そうなんでしょう。要は流れるプールの中で必死になんかジタバタして溺れないようにジタバタしてるって感じ。でも本当は力を抜いてゆったり呼吸をすれば体って浮くし、水の中で浮くし溺れないんですけど、力を入れてグーってやってればやってるほどしんどい、消耗するっていう感じがあるので、少しちょっとそんなことをこのカードから感じました。そしてメッセージとしては大丈夫ですよみたいな、その先はないと思っててもありますからみたいなね、ちゃんと道は続いてますからっていうふうに言われているのと、それとやはりそのガッツが素晴らしいと思いました。なんかちょっとつまずいてね、もうダメだって言ってなる時もあるかもしれないですけど、でもそこでめげない、なんかもう今運勢は絶対に寝込ませないぐらいの感じで後ろから追いかけてるっていうかね、もう盛り上げようとしてるっていう感じがあるので、ちょっと自分がじゃあちょっとやってみようかなと思ったらもうすぐまた次の道が見えたりとか、次の方向に向かっていけるっていう、そんな運勢の中にいると思っておいてください。そして10月の後半はそうやってね、何かから引っ張られるような感覚、遠くから引っ張られるとか、何か必要なものがあるとも言えますし、そして10月24日以降っていうのはまた社会運っていうのが出てくるので、お仕事とか自分の環境を自分でどのようにここを強くするかっていうのがテーマになってきます。結構目上の人と話す機会があったりとか、仕事社会が楽しいなっていうふうになるかもしれません。で10月29日がね月食なんですが、この月食も要するに仕事や自分っていうものがすごく強調されますので、何かやっていこう頑張っていこうっていうその奮起させている感じがすごくありますね。なのでそこに至るまでの失敗したとか、なんか無駄なことしちゃったって思っていたとしても、それは全然無駄じゃないということなんでね。そして自分ではそうやって思いながらも、実は本当にさっき言ったみたいに運勢はねぐんぐん押してきてるんですね。双子座の皆さんがちゃんと進んでいけるように風は来てるって感じです。流れは来てる、あとは乗っていくだけっていう感じです。で乗っていく時にあれこれ考えずに、なんか下は見えなくてもちゃんと道は続いているっていう感じがあるので、まずはその意識でいってください。あんまり細かいことはね気にしてない感じがするんですよ。例えば人間関係も多少はそれは気にするでしょうけども、誰かとの関係っていうよりも、それは別に悪くないんでね、誰かとの関係というよりも自分の人生の方向性をなんかどっちに向けるのかとか、自分が決めたこの道で本当にやっていけるのかみたいな、そういった不安というかね、漠然としたものを感じてらっしゃるのかなと思うんですけど、とにかく肩の力を抜いてリラックスしてみようみたいな感じでいくと、ちゃんとね流れてるんだよって感じがしました。進んでないように見えて進んでるんだよみたいな感じですかね。ちょっとオラクル見てみます。はい、バンドの7ということで、自分の気持ちに正直でいてください。マジシャンの逆、マジシャンですね。そうですね。周りに惑わされずに自分の気持ちに正直でいてください。そしてそれであれば、自分がどう進んでいくのかっていうのは分かるっていう感じがします。本当に深くね瞑想したりとか、本当の自分の深い情熱とつながればいくらでも分かるし、いくらでも道はできるんですけれども、今ちょっとだけあえてちょっと見えなくなってるのかなって感じがするんですね。これはちょっと日食という影響もあるかもしれないし、あえて高みに行くための一瞬の曇りなのかもしれないので、あまりそこに動揺せずに、なんかちょっとわけわかんないけどきっとうまくいってるわぐらいの感覚で過ごしてみてください。はい、ということで今回ここまでにしておきます。もし何かしらね星のことで質問とか、タロットでもいいんですけど、質問とかあればいつでもコメントをお寄せください。またいつかその質問にお答えする動画も作ろうと思っています。ということでありがとうございました。何かしら良かったよという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしております。では、いい時間をお過ごしください。失礼します。